こじらせハウスへようこそ。あきです。大嫌いになってしまった我がコスパハウスのキッチン浄化 DIY 計画。この数ヶ月間でほぼ完璧なまでにオシャンティーキッチンへと生まれ変わった我が家だが、ついにこじらせハウス最大の欠点をご紹介せねばならない時が来てしまった。素人なめんなよ。未成功やそれはこちら、廊下がオフランスに生まれ変わった直後、約5ヶ月前の我が家の玄関からお伝えしましょう。これが我が家を訪れる全ての人が玄関を開けた直後に目にする景色。勘の良い皆様ならもうお気づきでしょう。いえ、もうとっくに気づいていたことでしょう。そう、我が家の間取り、変なんです。玄関から廊下、そしてダイニングキッチン、リビングへの見通しが異常に良すぎる問題。この奇跡的な配置のおかげで、我が家を訪れる人は漏れなくキッチン、ダイニングテーブル、そしてリビングすべてから放たれる雑多なものたちの情報戦争に巻き込まれます。見ようと思えば玄関に足を踏み入れずとも、なんなら道路からでもリビングの結構奥まで見えちゃいます。時間によっちゃ今晩の手抜きおかずも丸見えだし、 PC の画面も丸見え。あらやだ、こじらせさんの奥さん、また今日もお鍋？あら奥さん、もしかして流行りの YouTuber？ 瞬く間に広がるチープなゴシップ。なんて恐ろしい。ちょっと待って、リビングドア閉めておけば解決じゃん。そう思いますよね。ですが、我が家のドアは来訪者がチャイムを鳴らした瞬間、好奇心クリーチャーズ3体のうち誰かによって開け放たれ、閉められることもほぼないため意味をなしません。結果、見せたくないもの見られ放題、冷房暖房逃げ放題。長男がドアを開けれるようになってからドア閉めてを1日何十回、10年で何万回口にしたでしょうか。何度ここをいっそ自動ドアにしたろうかと本気で考えたことでしょうか。もう私の中のドア閉めては一生分使い果たし、現在来世の分まで使い込み中。とにかく我が家のドアは閉まってたらラッキーぐらいのギャンブルドアなのだ。そもそもいつ誰に見られてもいいように常に片付けておけよ。そういった類のツッコミにつきましては心苦しいですが一旦スルーさせてください。もちろん片付けの課題を放棄するわけではありませんが、現段階では難しいです。全ては片付けられない私秋のこじらせピーポーの不徳の致すところ。今こんな秋にできるのは、そう、隠蔽、事実をありのまま隠蔽することのみです。どんな悪徳政治家よりも、産地偽装発覚直前の食品会社よりも鮮やかに華麗に、この箸にも棒にもかからぬ景色を隠蔽してみせましょう。そして不意に訪れる人に不快な思いをさせることなく、10年間安息の地になり得なかったこの丸見えキッチンとダイニングをもう二度とはギャンブルドアに振り回されることのない心落ち着く場所にしてみせる。それがこのキッチン DIY のゴール、最終着地点なのだ。さて、キッチンの集大成、最後の DIY を始めましょう。まずはこの時のために立てたこの2本の柱の間にインダストリアルなインテリアには欠かせない室内窓を作ります。室内窓をどこかにつけたいという気持ちと、キッチンを隠したいという願いがこの度見事に合致しました。そしてこちら、ダイニング部分の隠蔽にはルーバー間仕切りを、どちらも限りなくコストを抑えつつそれを感じさせない仕上がりを目指した DIY をしていきたいと思います。こうして秋の中に完璧な隠蔽工作プランが誕生いたしました。まずは窓枠から。使用するのは2階女子部屋の窓枠にも使用した赤松3木、安価なコンクリ打設の型枠用木材です。手に入れやすい価格と引き換えに切りっぱなしで荒削り、素手で触るとトゲが刺さる危険な荒くれ材です。まず取り出したのはトリマー、万能溝掘り紙工具。そうです、今回の窓枠およびルーバー DIY の肝となるのがこのトリマーによる溝掘り。ほぼ全ての接続をこの溝掘りによって行います。ビスも使いますが、あくまで補助的な役割。メインは木材を溝にはめ込む組手方式でつないでいきます。なんかいろいろ難しい名前がついてますが覚えられないので割愛。まずは窓ガラスの代わりとなる中空ポリカをはめ込むための溝を掘っていきます。本来熟練の腕をもってしても難しい組手ですが、このトリマーがあれば簡単って聞いてた。あれむず。トリマーって無敵とちゃいますの？直線ガイドをつけてるんですが、無垢材なので硬い箇所も柔らかい箇所も混在しているためめちゃくちゃブレる。かなりの力でガイドを木に押し付け、正しい方向に押さえながら進まないと少しでも気を抜くと線がぐにゃぐにゃになってしまいます。久々に扱うトリマーのパワーが半端ねえことを忘れ、生半可な気持ちでよりによって片手で挑んでしまった秋、2本ともぐにゃぐにゃになってしまいました。はてどうしようと考えていたら裏を発見。もうワンチャンありました。片側は全て壁に密着するためいらない溝があっても大丈夫。ここまでは練習ということにして、裏返して今度こそ綺麗な溝を掘ってみせましょう。両手でしっかりと押さえ慎重に進みます。
完璧ではないですが、なんとか使えそうなレベルには仕上がりました。続いてこの荒くれ者を室内窓にふさわしい吊るすべ材に優しく構成させてあげましょう。ささくれだらけの材料を削るのに手袋をしようと思い探しましたが、あるはずの手袋が見つかりませんでした。そしてこの後ささくれが刺さり 2,3 日地味に痛い思いをしました。皆さんはちゃんと手袋をしましょうね。サンダーに180番のペーパーをつけて削っています。この体勢、腰がきつい。ひっそりと46になった秋の腰がみるみるダメージを受けていきますよ。この後ルーバー用のさらなる大量の荒くれ軍団がやってくる。このままではまずいなと思いあぐねた末に思いつきました。作業台ごと縁台の上に乗せてしまえ作戦。縁台の上に作業台乗せる作戦だ。これで腰が痛くならないぞ。うおー、めちゃくちゃ楽。なぜもっと早く気づかなかったんだ。これで腰を痛める心配がなくなりました。作業台の高さは大事ですね。木材が吊るすべになったので、スライド丸ノコで45度カットをしていきます。続いて窓の真ん中、格子部分に手動で溝を掘ります。合垣組手中らしい。名前とは対照的にこの組手はとても簡単、30分とかからずできます。窓枠の格子をこのように短く切ってつなぐ DIY ヤーさんが多いですが、この方法は強度的にも弱いし、見た目的にもどうしても水平になりません。しかも手間がかかる。なので秋は合垣を強くおすすめします。思った10倍簡単で綺麗に仕上がりますよ。正方形の角材を2本用意して、その太さと同じ幅、半分の深さまで 2mm 間隔ぐらいでノコギリを入れます。入れたらポキポキ根元を折り、同じ加工をした2本をカチッとはめれば格子の完成。はまらなかったら金やすりで微調整しましょう。削りすぎには注意です。多少きつくても木材は叩けば入りますが、緩いのは直すのに手間がかかります。ボンドも何も使用せず綺麗な格子ができました。続いて今回の大量の溝掘りに欠かせないジグを作成します。ジグってなんぞやってところですが、ジグは機械で何かを切断する際のガイド、型みたいなもの。パワフルなトリマーでフリーハンドで綺麗に溝を掘るのは不可能です。大量に同じ形に溝を掘りたい今回、ジグが欠かせません。 YouTube でいろいろ調べた結果、秋のようなひよっこにもできそうな優しめのジグを見つけたので参考にさせていただき作りました。揃えた金具が合わなかったり数を間違えたりで数日もたもたしましたが、なんとか無事にできたジグを当て練習してみることに。こんな感じではめたい木材を挟み束を固定すれば、その木材がきれいに収まる溝ができます。これは難しい計算がいらない、計算が苦手な秋にぴったりのジグです。めっちゃ削れてるやん。なんとジグまで削れてしまった。削りたいものが木ならジグも木。普通に考えたらそりゃ削れるよね。絶望的な気持ちでよくよく動画を見返してみると、何やらベアリング付きのビットを使いましょうとの補足を発見。よくわからない言葉はスルーしてしまう秋の悪い癖が発動してしまっていたようだ。ベアリングって何？本当にそんなもんでうまくいくの？と投げやりな半信半疑な秋のもとに届きました。ベアリング付きのビットセット。この金属部分があることでガイドは削れず、その下の木材のみがガイドと同じ形にくり抜かれるとのこと。本当かな？大丈夫かな？足す7は15足す7は23。15足す7って23？ベアリング以前に低学年レベルの算数でつまずく秋。22か。大丈夫かおい。23？大丈夫です。15足す7などできなくても我が人生に一点の曇りなし。15足す7、22。いや、できるんですよ本当は。冷静になれば。私の勘が22だと言っている。ただ少しでもやらなきゃ急がなきゃという雑念に邪魔されると、途端に数字がただの文字になってしまうんですよ。山足す川はって聞かれてるのと同じ。この感覚分かっていただける方がいらっしゃいましたらお知らせください。数字が数字と認識されればちゃんと計算できますのでご安心ください。ベアリングとやらの実力を見せてもらおうじゃないか。ベアリングさんよ、いい仕事してくれるんでしょうな。ベアリングさんよ。いいんじゃないの？いいんじゃないの？ベアリングすごっ。ベアリングすげえな。ベアリングって大事なんだね。覚えたかな？ベアリング覚えたかな？完全に同じ幅に削れてる。けどガイドは削れてない。これ押したかったんよ。
あ、いい感じ。いいはまった。やった。ベアリングの凄さをしっかり認識したところで、まずは窓枠の格子をはめ込むための溝を掘ります。もちろん深さもトリマーに任せれば掘りすぎる心配なし。ただビットの特性上正方形に掘ることはできないため、ある程度丸く掘っておいて、後でのみを使って手動で四角く仕上げます。初めからのみで掘るのとは比べ物にならないくらい楽で綺麗に仕上がります。とはいえ全て初めての作業となっており、仕上がりはガタガタです。2箇所目からは少しマシになりました。溝が掘れたので窓枠を組み立てていきましょう。つなぎ方は45度同士を組み合わせる留めはぎ。カフェイタカウンターの時果敢に挑戦し盛大に失敗しておきながら証拠りもなくまた留めに挑戦しています。今回はボンドとビスで留めますが、どうしてもずれる。木材がまっすぐではなく微妙に反ったりねじれたりしているため、どう頑張っても 1,2 ミリのずれが生じてしまいました。リレーなのではこれ。ポリカをはめ込む一辺を残し、先に塗装に入ります。使用する塗料は艶消しの黒。ホームセンターに売ってるものでも何でも艶消しなら OK。黒のペンキ選びはとっても楽です。シーラーを塗って乾いたら2度塗りしていきましょう。塗料が乾いたのでガラスの代わりに使用する中空ポリカをカットしていきます。中空ポリカの特徴はこんな感じ。特に難燃性がキッチンにはぴったりですね。さらに今回選んだのはクリアよりも向こうが透けにくいクリアフロスト。果たしてどのくらいの隠蔽効果があるのでしょうか。またこれは秋の個人的意見ですが、ただのクリアよりクリアフロストの方がパッと見ガラスに近い気がする。そしてインダストリアルな雰囲気にこのザラつき具合がちょうどよくかっこいい。擦り傷が目立ちにくいのもこのフロストですね。少し大変でしたがカッターで切ることができました。上に乗っても全くびくともしない頑丈さ。特に力のいる横方向はフロアタイルみたいに何回か切れ目を入れてパキッと折ってから切り離すと簡単でした。いよいよ溝にポリカをはめ込んでいきますが、なかなか入らない。ツルツルで滑らないせいなのか、カットサイズを間違えたのか、長女も参戦し四苦八苦するも最後の一歩が入らない。留めはぎが完璧にできなかったおかげでできたこのズレのせいでしょうか。ここで最終手段、進撃のモヘジン召喚しましょう。段差がちゃんとくっつけれなかったから見せろや。見せたくないんじゃん。見せたくないもんだってあるんじゃん。助けては欲しいがダメ出しはされたくない秋。見られたくない部分を手で隠蔽しております。子供か。無理やり行くしかないよ。いつにも増してポンコツなど素人ですが、ここはモヘジに任せればなんとかなるという勘は見事に的中。モヘジが叩いたらなぜか入りました。これであとは上の最後の木材をはめれば完成と、最後の木材を乗せてみますが、なんとどんなに叩いてもはまらない。中空ポリカのサイズが少し大きかった模様。短めにしたのにこんなこともあろうかと測ったサイズより 1,2 ミリ小さめにしたんですよ。それなのに入らない。Oh my god。明らかに長い。なんとか悪あがきするもモヘジですらお手上げ。溝側をもう2ミリ深く掘り直すしかないという結論に至りました。何一つスムーズにいかないこの DIY。秋のチャックも自暴自棄になってしまいましたが、そんな場合ではありません。夜が明けて冷静を取り戻した秋。チャックも気も引き締めて溝を掘り直し、少しずつでもゴールに近づきましょう。動画で見ると一瞬で終わるこの作業、たったこれだけのことで自暴自棄になってんじゃねえよって思うかもしれませんが、秋もそう思います。しかし作業台を出し、工具を用意し、延長コードをつなぎ、様々な小物を用意し、さらに撮影の用意、動画にはない準備と片付けが一番面倒なのです。あと寒い。突然やってきた冬に全く対応できていない体。前回の動画までセミが鳴いてたんですよ。早急に移ろいすぎやろ説。何一つうまくいきませんが、
あと一歩で窓枠は完成するはず。無心で動きます。やっと窓枠が完成しました。あとははめ込むだけです。はい、ここでなんと突然の案件襲来でございます。天井 DIY の時に登場したモヘジが借りてきた超高級レーザー墨出し機を覚えていますでしょうか。あの時こんな繊細な35万の墨出し機じゃなく身の丈に合ったやつが欲しいとぼやいてたんですが、なんとその後身の丈に合ったレーザー墨出し機をご提供いただきました。ぼやいてみるもんですね。これはもしや欲しいものは口に出せば手に入る世界線入ったかもしれん。言霊ってやつですかね。せっかくだから皆さんもせーので欲しいもの叫んでみましょう。サンタさんが来てくれるかもしれませんよ。いいですか？せーの。優しい奥さん。はい、取り乱しました。コスパの良いものは明るい場所でレーザーが見えにくいらしいですが、このドーバさんの墨出し機、レーザーが強いおかげで日当たりの良い屋内でも外でも試しましたが線がちゃんと見えました。外でも5メートル先ぐらいまでは見えましたよ。直射日光下でも 1,2 メートルぐらいは見えましたが、カメラには映らなかったので映像は割愛します。窓枠がまっすぐになるように垂直のラインを出してこれに合わせればもう完璧と思ったら、案の定はまりません。いやもうだいたい予想はできてました。さすがに横幅がちょっとギリだな、入らないかもと覚悟はしていました。だからといって小さめに作ると小さすぎた時逆に取り返しがつきません。そもそも家って頑張って作っても結果完璧に水平にはならないし経年で歪んでいくので、このスペースも厳密には長方形ではなく台形。そこに来てど素人が作ったアウトロー窓枠などはまらなくて当然なんですよ。ボンドでがっちり固定され幅は調節できないので、もうこのまま丸ノコで強引に削っちゃうことに。アウトロー窓枠たるもの、最後までアウトローを貫き通したりますわ。もちろんモヘヤンには内緒です。一切動画を見てないのでバレることもないでしょう。今度こそ絶対にはめてこの戦いを終わらせてみせる。なんと削ったのにギッチギチだ。どういうことだ。膨張してないこの部屋。でも秋は決意を胸に秘めています。もう決して後戻りはしないと。もう進むしかない。叩け秋。なんで消えた？剥がれた。秋は無傷ですが、どうやら天井が深手を負った模様。遊ばせてる。はい、苦労して張った天井壁が派手に破れました。笑うしかねえ。大剥がれ。紆余曲折ありまくりの窓枠が完成しました。続いてはルーバー DIY に入りましょう。使用するのは赤松銅縁。天井下地に使用した赤松野縁の兄弟材ですね。野縁が天井用下地なら銅縁は壁用の下地といったところでしょうか。一束購入したんですが、中にとんでもない問題児が混入しておりました。死ぬほど曲がってるやん。もうめちゃくちゃ曲がってる。キュッて縛られてたにもかかわらずこの曲がりっぷり。こっち行きたいんだ俺は。爆発してるわ母性が。困った子だ。幸い1本分余分があったので大丈夫でしたが、これで失敗が許されなくなりました。もう一人問題児が。こっちの問題児に関しては救世主デニスが助けてくれるでしょう。スライド丸のこでカットします。こちらも安価な荒くれ材なのでサンダーで吊るすべにしていきましょう。今回使用する銅縁は17本。隠蔽率を上げるためにはできるだけ隙間を狭くしなければならないため、この本数が必要です。大量の木材はきれいに並べてクランプで固定し、一気に削っていきましょう。だいたい吊るすべになったので塗装に入ります。使用するのはブライワックス、蜜蝋系のワックスで粘度が低く伸びが良いため、初心者でも簡単に綺麗に仕上げることが可能。匂いもほとんど気になりません。これは2年ほど前に購入して少し使用して保管していたもの。少し固まっていましたが全く問題なく使用できました。
アンティークブラウン色ですが、伸ばすととてもうっすら色がつく程度。今回この若い生まれたての削りたての木材を10年は経過しているカウンターに合わせたナチュラル色にしたかったため、この薄いアンティークブラウン色がめちゃくちゃぴったりでした。カウンターに並べてみると、無塗装だとかなり違和感ですが、塗装後はほぼ同じ色です。ワックスってすごい。伊達にアンティークって名前ついてませんね。乾いたら使い古しのペーパーで軽く撫でて毛羽立ちを取っておきましょう。こちらが間仕切りの枠になるホワイトウッド材。動物ほどじゃないけどやっぱりサンディングが必要。同じ工程で仕上げておきます。最後に救世主デニスで埋めておいたあの問題児ちゃんの大穴をペーパーで削りましょう。すべての材料のサンディング、カット、塗装が完了しました。気の遠くなる作業でしたが、早く素敵に隠蔽したい気持ちが勝って全く苦ではありませんでしたよ。さあ材料が揃ったところで、先ほど練習したトリマージグによる溝彫りの時間です。今回ルーバーになる17本の木材をはめ込むために上下合わせて34箇所に及ぶ溝を彫らねばなりません。本番いきます。怖いよ。失敗したくない。失敗したら大変よ。ないもん。だってもうないもん、木が。やだ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 。失敗したくないな。やりたくないな。行くしかないな。行くしかないんだよ。しのごの言ってる時間はね、さっさとやっていきやしょう。無事成功しました。いいね。ちなみに先ほども言いましたが、トリマーでは四角く掘ることはできないため、寸法よりも少し長めに掘ることになります。はみ出た溝部分は最終的にこのように隠れるので大丈夫。見えません。サクサク掘っていきましょう。激しいデニスが溜まってる。取っとこう。救世主だからね、デニスは。2本目の木材に差し掛かった時にあることに気づきました。長い木材を差し込むため、上下の枠の全く同じ位置に溝を掘らねばならないんですが、このように初めから2本をくっつけて掘れば労力が2分の1で済んだということに。この作業で一番時間がかかるのが位置合わせとクランプの固定なんですよ。それを34回繰り返したんですが、この方法でやれば17回で済んだんですよ。なぜ初めに気づかなかったんだと黙々と作業をしながらも心の中でめちゃくちゃ悔しがっております。もし次回同じ作業をすることがあれば、その時は絶対そうしよう。多分ないけど。位置を合わせるためにくっつけて2本目を掘っていきます。すべての溝を掘り終えました。枠の長さを確認。天井と床の間にはまるかな？遅すぎてあくびが出るわい。カメラに当たんなくて。皆さんももしかしたら今まで運が良かっただけと思っていた出来事は、自分に潜む師範が助けてくれていたのかもしれませんよ。少し長くて天井が削れそうだったので、ほんの1ミリほど削りました。そしてビスを見せたくない片方の枠部分の接続にはビスケットジョイントを使用。ジョイントカッターで穴を開けていきますよ。もう片方は新設した柱に直接ビス止めするので、そのビスを隠すため 10mm のダボ穴を最初に開けておきます。さあいよいよルーバーを組み立てていきますよ。まずは柱に枠を止めます。ここでもレーザー墨出式が大活躍。本当に便利です。そしてこのルーバー設置のためにしれっと床にフロアタイルがとりあえずここまで貼ってあることにお気づきでしょうか。床張りはキッチン DIY 最終回の総集完結編にてさらっとお届けしたいと思っております。さてビス止めですが、天井 DIY の時、秋が天井下地に木材が食いつかず隙間ができてしまい四苦八苦していたところ、コメントにて現役大工様からありがたいご教授をいただきました。もしかして全ネジでやってませんか？半ネジでやるといいですよとのこと。動画で確認したところやってしまっておりました。全ネジで。今度こそは全ネジ半ネジの使い分けをしてしっかりと柱に密着させていきましょう。
何度かやり直しをして無事に1本目の柱設置が完了しました。先ほど開けておいた穴に 10mm の丸棒を叩き込みダボ埋めしビスを隠します。このような木目を生かした仕上げをする場合、ビスが見えているのといないのとでは仕上がりに歴然の差が出ます。同じワックスを塗りましたが、小口であるダボ部分だけ色が濃くなりました。こうなる予想はしていたんですが、周りもヤスリで削れてしまっているので塗りました。でもやっぱりビスが見えているよりは何十倍も良いです。続いて溝を掘った木材を天井にくっつけたいので下地を探しています。下地を見つけ墨を打ちましたが、木材を当てると当然印が隠れてしまいます。こんな時再びレーザー墨出し器が大活躍。印に対し垂直に光を当てます。無事木材にも墨を打つことができました。この墨に下穴を開けビス止めしていきましょう。床側は元のフローリングと新しく上張りしたフロアタイルに対してビス止めしていきます。さあいよいよルーバー部分をはめ込んでいきますよ。完成に近づく嬉しさもありますが、長々とリビングを占拠していた木材がやっとなくなることが何より嬉しい。意気揚々とはめ込みますが、全然はまんないわ。さあ期待を裏切らないうっかり秋兵衛、またしても入りません。全然じゃん。全部2ミリどこじゃない。17本。まず変動つけなよ。なんでどうしたらいいの？先に上に止めたらいい。上？なんでこれ先につけとこなかったの？どれ？これ。ここに？上に止めるっていうあれなかった考え。最初から最終形の形ができてないのにやりたいところだけやるからこういうことになるんですよ。毎度違います。やりたいことだけやってるわけじゃないです。やりたい順番にやるから。違います。最終的な考形をえられる範囲で最善の方法を取ってるだけです。考えてないだけです。考えてからやってくれる。考えが及ばないんです。素人なめんなよ。下から止めるしかない。これもビスで止めるの？じゃあ先に止めとかなかったってこと？マッシュさん、悪いこと何もしてないですよ。出してくれよ、ここから。隅っこすぎて打てない。これ外せばいいか。
大丈夫？